日本史義時と3番目の妻。北条義時は3番目の妻である伊賀の方に毒殺されたという説がなぜか根強く伝わっている。義時と伊賀の方のその後を詳しく見ていこう。北条義時は1203年建仁3年比企の乱によって戦災姫の前と離別する。そして2年後の43歳の時に幕府の御家人伊賀朝光の娘伊賀の方を警室に迎えている。伊賀の方の青年は不詳だが、義時との間に3人の男の子政村、実康、時直と一条実政に嫁いだ娘を設けている。政村は1213年建保元年にわずか9歳で三浦義村を烏帽子親として元服している。元服は通常は15歳ぐらいになると行うのが普通である。北条家は代々嫡男が四郎と名乗ってきたが、兄たちの先を越して政村に四郎と名乗らせたい伊賀の方に懇願された義時が実施したと思われる。ところが年を取ってからの子供が可愛かったのか、この義時の安易な行動が彼の死後北条氏内紛の火種となっていくのである。承久の乱で勝利した義時は文字通り日本の最高権力者に収まった。そんな義時だが1224年承応3年6月に突然に発病した。以前から脚気を患っていた義時だが、夏起こりやすい急性腸炎を併発したようである。脚気で体力を消耗していたのか、義時は発病して数日後に逝去している。62歳であった。しかしあまり突然の死であったために当時からいろんな風評が立ったという。例えば明月期には京都で捕獲された承久の乱の張本人の一人である新野法院村長が取り調べで義時の妻が義時に飲ませた毒を私にも飲ませて早く殺せと口走ったと書かれている。義時の葬儀では正室の伊賀の方が落飾して取り仕切っている。鎌倉では義時が跡継ぎ問題などを決めずに逝去したため、不穏な空気とともに次のような噂が流れた。義時の皇室である伊賀の方が政子の対応に不満を持ち、子息政村を執権に据えて、兄の伊賀光宗を後見にして、さらに女性一条実政を将軍にしようとしているというものであった。そのため京都にいた北条泰時は途中の伊豆で逗留して鎌倉の動向を確かめながら時間をかけて鎌倉入りしている。鎌倉では噂通りに伊賀の方の兄の光宗が頻繁に三浦義村邸を訪れていた。そんな中、北条政子は深夜、友の者を一人だけ連れて突然に義村邸を訪れた。政子は義村に承久の乱での北条泰時の活躍をたたえ、義時の後継者は泰時しかいないと断言した。そして北条政村と伊賀光宗が頻繁に義村邸に出入りして密談しているという噂があるが本当かと正した。さらに政子は政村を担ぎ上げて
世を乱すつもりなのか、それとも和平工作をして世を平穏にするつもりなのか、はっきり言いなさいと吉村に迫った。吉村は政村には全く逆心はありません。しかし光宗たちには謀反の兆しがありますと政子の迫力に負けて白状した。吉村が謀反を責任を持って収めると誓ったために、政子は安心して御所に引き上げたという。吉村は翌日には北条泰時に面会して、義時の時と変わらずに泰時へ忠誠を尽くすことを誓うとともに、伊賀光宗たちを説き伏せることを約束している。結局この伊賀の変と言われる一連の騒動は、一条実政が京都に送還され、伊賀の方が伊豆の国北条に、安治の伊賀光宗は信濃国にそれぞれ配流されて決着する。伊賀の方は流罪から数ヶ月後には危篤となり、帰らぬ人となっている。北条政村は事件には関与しなかったことが認められ、後に第7代執権に就任している。伊賀の方が義時を毒殺したという説や、伊賀氏の変で伊賀光宗らが謀反を企てたとする説も、北条政子が幕府での求心力を失うことを恐れて画策したとも言われ、真相はやはり闇の中である。